増山さんなんか知らんけど、聞くところによると、菅野保は一部を切り出して言うてるだけや、みたいな。なんやったら俺ノートに、あんたの議会での質問全部書き出そうけ。多分それであんた政治生命終わると思うで。井戸さん、稲村さん、丸尾さんが、このままやったら兵庫の財政やばい、破綻してしまうって騒いでる議会の隣で、堀井健二は県の財政の資料を読み上げながら、井戸さんのやってることは間違いないって言ってたんです。いや、それ井戸さんのことをケチョンケチョンに言いたいのかもわからんねんけどね、あんたらは嘘しかつけないのよ。そもそも井戸さんは、阪神淡路大震災の時の知事じゃないの。あなたね、アホなんです。維新の堀井健二さんです。兵庫県の記載問題、斉藤知事の逆襲のように取り上げた目でもあったが、決してそうではない。国会時代に東京で斉藤知事とは初めて文集存立事業が大変なことになっていると聞いた時のことを思い出すが、斉藤知事は井戸知事時代のスキームに触れず、本来は国がやるべき問題と主張した。過去のことより改善しなければいけない思いが強く感じられた。井戸知事時代にあった農林機構への国際予託スキームを見ると、県債財高を増やすことなく、基金が保有されている外形を維持したまま、金融機関を通じて農林機構へ資金を供給する仕組みになっていた。これは県の実質的な信用供与や基金のリスクが分かりにくい非常に巧妙な手法だったという。文春女優を止めずに資金を供給したり、しかし県の一般会計から調整巨額のお金を出したり、県の負債として証明が見せたくない、事業の失敗を認められないということだった可能性が高い。一方で反斉藤グループは財政課長として維新不正で身を切る改革を実行した斉藤はいずれ見抜くのではないかと警戒していた。うんぬんかんぬんって言うてますよね。で、昨日これが嘘であるということは、増山さんの議会質問をして、増山さんなんか知らんけど、聞くところによると、菅野保は一部を切り出して言うてるだけや、みたいな。なんやったら俺ノートに、あんたの議会での質問全部書き出そうけ。多分それであんた政治生命終わると思うで。俺に反論する前に、菅野さんそこで寸止めにしててくれててありがとうございますと言うた方がええと思うよ。切り抜かんと全部流したら、あんたが井戸さんのしゃぶってたってこと全部バレるで。でね、堀井さんここでね、昨日は増山さんのことを取り上げて、増山さん井戸時代に井戸のをしゃぶってたって話をしました。すごいよね、増山さん。井戸さんの財政は間違えてない。それを記載許可団体とか早期健全化団体として認定する国の基準の方がおかしいんだ言うてたよ。その意味では守備一貫してるかもわからんね。斉藤さんは公益通報者保護法違反ではない。それを違反にする法律が間違えてる言うてはんねんから。その意味では守備一貫してるのかもわからんけど。で、明確に言ってたでしょ。昨日の配信見てもうたらわかるけども、増山は井戸さんの財政何の問題もないと。それがおかしいという、国がおかしいということを言うてたんですから、彼は。で、今のこの堀井健二さんのこれなんですけどね、要はね、その井戸財政の時には、数字が隠されていて見えてなかった言うてるんです。ほんまに見えてなかったんかな。維新というのは田舎の知的薄弱者を相手にして票を稼いでる人たちですから、政策なんてないんですよ、それこそ。息踏んだけでやってはるんで。で、田舎の知的薄弱者を騙すために、この人の言うことは、議員の給料を下げるということと、議員の定数を削減するということなんですね。平成29年、井戸時代です。平成29年に議会に議員の期末手当を引き上げるという条例が上がったんです。維新はそれに反対するんです。それは客は田舎の知的薄弱者しかいないねんから。田舎の人を騙すことしかできないからね、維新の人たちは。賢を騙すということはできないので、田舎の貧乏な能力の低いおじいちゃんとおばあちゃんを騙すというのが維新のやってることなんで、議員の給料を上げるという条例に反対するんですよ、維新は。で、それがすごいことやと思うでしょ、田舎の能力の低い人っていうのは。議員の給料を下げたら苦しむの一般国民なんですけどね。身を切る改革が必要や言うて、ボーナス上げるなんてことは絶対ありえへんみたいなこと言うわけですよ。田舎の能力の低い人を喜ばせるために。で、その時に堀井さんがね、反対討論してはるんです。議員の給料上げるのは良くないということで。で、そこでね、どんなこと言うてはるかということを確認してみましょうか。あれだけ井戸さんの時の数字は見えなかった言うてるんですけど、平成29年の本会議での議員の給料を上げるという条例に対する反対討論なんですが、
本件の財政状況を鑑みたときに、平成28年度決算において、検済残高が4兆8000億円と非常に多く、検済管理基金の積み止め不足も、本来であれば5800億円を積み立てるところ、約2300円の積み立て不足が発生しております。また、3カ年平均の実質公債比率も 16.1% でワーストクラスであり、非常に脆弱な財政状況と言わざるを得ませんって言うて、あんた数字読めてるやん。隠されてないやん。隠れ借金について、ちょっとね、冷静に考えて、なんか井戸時代には数字が隠れてた言うてる。なぜ2017年のタイミングで井戸時代の、井戸全盛期の時に、堀井さんは5800億円とか2300円という数字を言えたん？なんでな？これ言うてるやん、ここで。なんで言えてるかって単純な話ですよ。隠されてなかったからです。井戸さんの数字なんて隠されてないからです。隠されてないからこそ、堀井健二さんは、議会でこうやって質問できてるんです。ここで、堀井さんがね、検済管理基金の積み立て不足が問題だと言うている。で、これで、井戸さんのことを、だからお前の財政手腕がむちゃくちゃなんだと。お前の財政は破綻しているぞと。竹内さんとか稲村さんみたいに、井戸さんに喧嘩を売ってんねやったらええねんけども、これを根拠にね、その隠されてなかった数字をもとに、堀井健二さんが、井戸よと、お前は兵庫の財政をむちゃくちゃにしてるぞと。で、お前のせいで借金まみれやないかと。お前はやめてしまえとかね、それこそ昨日紹介した竹内さんみたいに、あるいは稲村さんみたいに、井戸さんに喧嘩を売ってんやったらええねんけど、じゃあこの議員の給料を上げるという、この条例に対する反対討論で、堀井さんが、この隠されてなかった井戸財政の数字を用いて何を言うてたかっていうのを確認しましょう。ここなんですけどね。という危機的な上層にありますけれども、平成30年度の形成運営の中で、行財政改革機構の総仕上げとして収支均衡など、財政運営の目標を達成する必要があるという説明があって、その説明は素晴らしかった。これで県民にも負担をお願いしてるんだから、議員も県民と同じ痛みを分け合いましょう。井戸さん万歳言うてるんです。井戸さんの県政改革、行財政改革は、バッチグー。で、それを県民にもお願いしてんねんから、議員も協力しようって言うてんねん。どないやってんのこれ。ここで、井戸さんの行財政改革はバッチグー言うてしもてるんやん。この時の議会は、平成29年なんで昨日紹介しましたよ。竹内さんが、井戸さんこのままやったら財政破綻しますよ言うてた議会です。この、まさに同じ議会で、井戸さん、このままやったら財政破綻するからやばいよって丸尾さんと竹内さんが言うてた議会がこの議会です。井戸さん、稲村さん、丸尾さんが、このままやったら兵庫の財政やばい、破綻してしまうって騒いでる議会の隣で、堀井健二は、県の財政の資料を読み上げながら、井戸さんのやってることは間違いないって言ってたんです。それが堀井さんの議会質問です。堀井さんはね、多分この時にもう維新が国政に出そうと思っとったんでしょうな。なぜか知らんけど、この平成30年前後には、堀井さんがやたら代表質問に出てくるんですよ。平成29年、平成30年とね。井戸財政に対して堀井さんが反対討論をした形跡はゼロです。これ、平成30年ですから2018年ですね。予算特別委員会の議事録が残ってるんですけども、この議事録で堀井さんが何をおっしゃっているかっていうのを見てみます。また、兵庫地方創生交付金の創設など、他の都道府県にはない兵庫県独自の発想で、この荒波に立ち向かい、地域創生を成し得ようとする姿勢は大いに評価するところである。さらに県民の安心安全を守るという県の役割を果たすため、防災への取り組み、特にソフト対策にも力を入れているし、まだまだ先は長いか知れないが、防災庁の創設についてはぜひともご尽力をいただきたいと思っている。でね、白状します。今のは切り抜きです。武士の情けとしてね、この平成30年の予算委員会での堀井さんの討論を全部紹介しません。なぜならば、もっと激しい言葉で、井戸さんすごいって言うてますから。俺の配信にやってくる斉藤元彦支持者って、もう言葉は悪いけども、多分ね、能力が低すぎて、社会生活が営めないんであろうなってことがね、今もコメント欄で一個あったんです。これ見てください。井戸さんのことを
をね、こう書いてる。井戸さんって阪神大震災の時に愛人と有馬温泉にいて、初期の指示が遅れたらしいですね。へえ。阪神淡路大震災の時の知事は井戸さんではありません。いや、それ井戸さんのことをケチョンケチョンに言いたいのかもわからんねんけどね、あんたらは嘘しかつけないのよ。そもそも井戸さんは、阪神淡路大震災の時の知事じゃないの。太陽さん、あなたね、アホなんです。発災当時の知事は井戸さんではなく貝原さんです。で、貝原さんは兵庫県庁からわずか2キロ離れたところに住んでたんだけれども、道路がむちゃくちゃになって交通状態がぐちゃぐちゃになって県庁に登庁するのに数時間を要してしまったんです。その貝原さんの失敗の反省から兵庫県知事は、何があっても県庁に歩いて行けるとこに住みましょうということで、職員と同じとこに住むようになったんです。で、それが兵庫県の反省なんですけれども、斉藤さん見かけのマンションに住んでるのかどうか知らんけども、そこの住所がどこにも明らかになってなくて、兵庫県の防災マニュアル今むちゃくちゃになってるんです。太陽さん、あなたアホなんですよ。生きるのを諦めなければいけないぐらいのアホなんです。この太陽という人が生きてることが間違いなぐらい頭が悪いという証拠。私は毎日の記者から聞きました。記者がアホやんか。その毎日の記者というのは多分嘘やと思いますけれども、毎日の記者の話をそう解釈しているあなたがアホです。毎日の記者がその時の知事が誰かということを間違えるはずがないですし、毎日の記者はそんなこと言ってないと思いますし、もうね、生きてるだけで無駄なんですよ。で、あ、そうなんや、井戸さんそんな人やったんやって信じてるあなたがもう間違いなんです。その当時の知事が誰であったかということさえ理解できないくせに、毎日の記者がアホだとか言うて人のせいにすんな。お前が母親の体内から出てきたことが間違いな程度に能力が低いというだけのことです。その時に普通の健常者であれば、なんで井戸さんその時知事ちゃうのに関係あんのって話になるだけのことです。あなたはそれができなかったというだけのことで、あなたがアホなんです。脳みその一個一個の細胞が陰謀論に使ってて、好き嫌いでしか物事を考えられない田舎の能力の低い人生の敗残者があなたです。日本がもう少し豊かな国であれば、あなたは医療の対象になっているぐらい俗悪です。そして先ほどのあなたのこれはデマなのですから、デマを口走ってすみませんって謝りなさい。バカなんだから。バカなくせに生き続けようとしてる段階で社会的犯罪なんだから、せめて自分が流したデマを謝るということぐらいしなさい。で、さらに堀井健二さんについて、ようあんなことイケシャーシャーと書けるなというところを何個か紹介しておきましょうか。この時ね、多分ね、維新はさっきも言いましたけども、堀井さんをね、スター選手にしようと思って、あちこちで堀井さんを使ってるんですよ。普通の議会会派であればね、予算の賛成討論で代表質問させた人を、決算でも使うなんてことせえへんんですけど、決算特別委員会でもね、堀井さんを使ってるんですよ。平成30年の。決裁特別委員会って、いろんな会派が、知事がやる決算を検討するんです。で、これだけの長い議事録で、敬意という言葉を使って検索してみてるんですよ。これ見てわかる？自民党から維新から共産党から民主党から何から何まで井戸さんが発表した決算をどう評価するかという委員会ですよ。で、その委員会の議事録で敬意って言葉で検索すると1件しかヒットせえへんでしょ。その井戸さんの決算に敬意を表してるのは誰か言うたらね、これ1件だけやんか。これ機械は嘘つきませんよ。で、その一件は誰かいう話ですよ。ここです。堀井健二さんです。自民党でさえね、井戸さんの決算に敬意を表してないんです。これ自民党から共産党までありとあらゆる会派がこの日、井戸さんが表明した決算に態度を表明するという機会なんですけど、その時に井戸さんに敬意を表してたのは堀井さんだけです。自民党の議員でさえ敬意示してないんです。で、これ何言うてるか言うたら、維新の会加古川市選出の堀井健二である。限られた時間であるので、早速財政状況について質問する。平成20年度に行財政構造改革推進条例を制定し、これまで構造改革に取り組んできた結果、平成30年度当初予算では、震災関連交際費を負担しながら収支均衡を図るなど、俺嘘ついてないよ。財政運営の目標を達成されたところである。平成29年度の当初予算は、
これらの取り組みに向けての厳しい環境の下で、最終2カ年の行財政改革構造推進方針に基づいた取り組みを着実に行い、施策の重点化に取り組み編成された。そして本年度も滞りなく決算を上呈されたことに敬意を表したいと思う。ベタ褒めやん。今見たでしょ？自民党から共産党まで井戸さんが出してきた決算の資料をどう検討しますか言うてるところで、自民党も共産党も敬意なんて言葉使ってないのに使ってんのは堀井健児だけですよ。で、中見てみたらしゃぶってんねん。もう何言うてんの？いや、その時に気づかへんかって井戸さんが巧妙に隠しててんやん。だってお前アホなだけやんけ。竹内さんと稲村さんと丸尾さんはずっと騒いでんねんから。単にそれ自分が竹内よりも稲村よりも丸尾よりも能力低い言うてるだけやん。その当時は気づかへんかってんって。平成30年ですせ。この時に竹内さん大暴れしてんねん。このままやったら財政破綻する言うて。その時指さして笑ってたんお前らやんけ。竹内また無茶なこと言ったらあいつは左翼やから言うて。竹内さんにできてたことできひんかっただけになんねんで。いや、その時井戸さんがうまいこと隠してたからこっちは数字のトリック気づかへんかったんやって。その数字のトリックを省こうと竹内さんが県議会の中で古軍奮闘やってる時に指さして竹内うるさい言うてたん誰やねんお前らやんけ。左翼や左翼で指さして笑っててんやんけ。大丈夫？隠れてた数字？隠れてない。お前みたいなアホでも使えてんねん。5800億円不足やとか言うてんねや。で、言えた上で井戸さんの予算に賛成して井戸さんの決算に敬意を表してるやん。自民党も共産党も敬意なんか示してへんの。県民連合も共産党も自民党も敬意なんか示してへんのにもかかわらず敬意示してるやん。何言うてんの今頃。言うんやったら井戸さんのことを褒めてた自分は間違いでしたってまず言おうか。ね、大丈夫？ね。それでさ、加古川の田舎者は騙せんの？このネタまだまだあるんですよ。岸口さんでも同じことできるんです。さらにね、とどめですよ。これ日付見てください。とどめがあるんですよ。堀井さんの件。令和3年10月5日。これ令和3年10月5日ということは、井戸さん辞めた後です。斉藤さんに変わってから。井戸さんが辞めた後なんですが、堀井さんの質問ですね。私からは議員提出19号議案、議会の議員の議員報酬及び費用弁済等に関する条例の一部を完成するようにきまして、維新の会を代表し、その提案の趣旨について説明をいたします。本件は平成7年に発生した阪神・淡路大震災の被災県として、これまで25年にわたり債務返済に努めてきました。またデフレ景気のために、本県の経済雇用情勢は非常に厳しい状況が続いたことから、不断の行革を行い、平成の終わりにようやく収支均衡を達成することになりました。で、これこの後何言うてるか言うたら、これ全部井戸さんの手柄です言うてんねん。平成の終わりに達成した。それ井戸さんの手柄や言うてるやん。そやからせめて言わなあかんことあるでしょ。別に謝れとも言わんしね。まあアホに謝れ言うたがって謝られへんねんって。アホというのは謝られへん生き物なんです。せやけどね、せめてね、井戸さんの時に騙されましたぐらいのこと言うとけよ。騙されとったんですと。あの時に竹内さんと稲村さんと丸尾さんの言うこと聞いとったらこんなことにならんかったのにぐらいのことはまず言おう。で、そっから井戸さんの悪口を。井戸さんの時に井戸さんの財政を竹内さんと稲村さんと丸尾さんがああじゃこうじゃと文句つけてた時に、僕はこいつらは左翼やから騒いでるって指さして笑ってたけど、あの時の僕は間違いでしたと。あの時に竹内さんと稲村さんと丸尾さんと一緒になって井戸はボケや井戸はアホやと言うといたらよかったと。その時俺は間違えてたと。あの時に竹内さんと稲村さんと行動を共にしていればよかったんだけど、僕はそれができませんでしたということを言うて初めて、井戸時代には数字が隠されていたというストーリーが説得力を持って堀井さんの口から出てくるんじゃないんですか。その総括がない中で、井戸時代には数字が隠されていて分からなかったって言ってたら、単に自分の能力の低さを晒してるだけですよ。まずそこでしょ。これだけ議会で、本会議でも予算委員会でも決算委員会でも、で、井戸さんが辞めた後も井戸さんのことを褒めちぎっといて、今になってあれってなんやねん。どないすんねん、これ。ほんまであれば、今日は岸口さんまで行こうと思ってたんですが、岸口さんまで行けません。ということで、明日、金曜日、今週の締めくくりは、岸口さんが井戸時代に井戸財政について県議会でどういう発言をしていたかということを皆さんにご紹介しようと思います。
アロハ着ててると、売れ始めた頃の小日向さんを思い出すので、小日向さん的に締めたいと思います。あのさ、維新の皆さん、井戸さん褒めてたじゃん。ねえ。楽しかったあの頃。維新のこと褒めて。井戸さんのこと褒めて。財政に敬意なんか示しちゃって。楽しかったよね。で、今になって、井戸さんが嘘ついてた？数字隠してた？それ誰信じんの？ねえ。ね。じゃあ明日は岸口さんの番ね。岸口さん、何言ってたのかな？あと24時間あるよ。なんか言うことあるよね。2007年の本会議での質問とか出しちゃっていいかな？いいよね、別にね。ねえ、あの時あんた、井戸さんについて何つってたの？ということで、コヒさんで締めてみました。で、今日、この後ちょっとね、動画の概要欄に書くんですけども、えらいことになってるんですよ、僕日程的に。28日明日、四谷でイベントです。明けて週明けの1日2日。今日が27日の木曜日ですけれども、28日金曜日は東京四谷でイベント。千代さんと石森弁護士と僕と3人での青い本の話です。この話のイベントが、28日の金曜日にあります。で、週明けて火曜日、水曜日、1日2日とは大阪心斎橋で青い本の1日。で、赤い本の3日が小森さんとドンマッツさんの判決が出る日なので、3日は神戸取材。で、実を言うと31日にも神戸の取材が入ってますんで、ずっと旅に出てます。で、週明けたら6日、7日と沖縄です。で、なんと今日なんですけど、今日の夜、27日木曜日の夜なんですが、今日サロンです。今日サロン、明日イベント、明後日休んで、しあさっても休んで、次の日取材、イベント、休み、沖縄。詰め詰めです。社長業いつするので今日これからやります。エンジのカスタネットみたい。トントン、タンタン、トントン、タンタン。エンジのカスタネットみたいですけれども、ということです。なので、1.5週間ぐらい配信が変則的になろうかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。